こんにちは。このチャンネルでは日本に住んで働きたい方、学びたい方のための情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。今日は日本のカフェでの注文の仕方を教えます。とても簡単です。一緒に勉強しましょう。まずは実際のカフェでの注文を聞いてみてください。その後に詳しく注文方法を解説します。はい、サマージュースと、はい、クリームソーダ1つと、で、モーニングが、5番、バターでお願いします。ご注文確認させていただきます。サマージュースを1つ、クリームソーダを1つ、モーニングサービス5番をバターで1つ、以上でよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。少々お待ちください。はい。ありがとうございます。どうでしたか？聞き取れましたか？では、カフェでの注文方法を今から学びましょう。カフェに入ります。店員さんが言います。いらっしゃいませ。ここではあなたは何も言わなくて大丈夫です。笑顔で少し頭を下げます。何名様ですか？何名様ですか？一人であれば一人です。一人です。二人であれば二人です。二人です。店員さんがあなたを席まで案内します。ありがとうございます。と伝えましょう。では、メニューを見ていきます。ホットドリンク、ホットコーヒー、カフェラテ、カプチーノ、紅茶、抹茶ラテ、アイスドリンク、アイスコーヒー、アイスティー、ジュース、軽食、サンドイッチ、トースト、パスタ、サラダ、デザート、ケーキ、パフェ、クッキー。日本のカフェはカタカナが多いです。英語と似ていますね。サイズはスモール、ミディアム、ラージ、もしくは簡単に S、M、L でも通じます。おさらいをします。日本のカフェのメニューはたくさんのカタカナが使われていて、英語と意味が近いです。サイズは S、M、L、もしくはスモール、ミディアム、ラージで通じることが多いです。では注文してみましょう。店員さんがご注文はお決まりですか？と尋ねます。決まっていたらはいと答えましょう。まだ決まっていない場合はすみません、もう少し待ってくださいと伝えましょう。では注文してみます。コーヒーお願いします。コーヒーお願いします。2つ以上のものを頼むときは、カフェラテとチーズケーキお願いしますのようにとを使いましょう。カフェラテとチーズケーキお願いします。コーヒーを2つお願いします。店員さんがホットですか？アイスですか？と尋ねます。2つともホットでお願いします。日本語の数の数え方。1つ、2つ、3つ、4つ、5つのように数えます。ではおさらいです。何かをお願いするときに
2つ以上頼むときはとを使いましょう。数え方は1つ、2つ、3つ。例えばコーヒーを2つのようにお願いします。注文は何々をお願いしますと言えば伝わります。例えばコーヒーお願いします。紅茶お願いします。抹茶お願いしますのように伝えましょう。便利なフレーズ。おすすめは何ですか？おすすめは何ですか？人気メニューは何ですか？人気メニューは何ですか？これは何ですか？これは何ですか？写真を見せてください。写真を見せてください。メニューを見せてください。メニューを見せてください。砂糖とミルクはありますか？砂糖とミルクはありますか？ミルクなしでお願いします。ミルクなしでお願いします。砂糖は少なめでお願いします。砂糖は少なめでお願いします。持ち帰りでお願いします。持ち帰りでお願いします。ここで食べます。ここで食べます。では一緒に言ってみましょう。おすすめは何ですか？これは何ですか？持ち帰りでお願いします。ここで食べます。上手に言えましたか？お会計。ではお店を出ましょう。お会計をします。すみません。お会計お願いします。すみません。お会計お願いします。レジに伝票を持っていきます。500円です。500円です。現金ですか？カードですか？現金で払う場合は、現金で、もしくは現金でお願いします。カードで支払う場合は、カードで、もしくはカードでお願いします。PayPay で払うときは、PayPay で、もしくは PayPay でお願いしますと伝えましょう。店員さんがありがとうございましたと言ってくれます。そうしたらあなたもありがとうございました、もしくはごちそうさまでしたと伝えると良いでしょう。支払いの時、テーブルで支払う場合は、すみません、お会計お願いしますと伝えます。レジで支払う場合は、まずレシートをレジに持っていきます。そして帰るときには、ごちそうさまでしたと伝えましょう。トラブルの時に使えるフレーズ。すみません、注文がまだ来ていません。すみません、注文がまだ来ていません。すみません、注文と違います。コーヒーを頼みました。すみません、注文と違います。コーヒーを頼みました。すみません、もう一度お願いします。すみません、もう一度お願いします。ゆっくり話してください。ゆっくり話してください。英語は話せますか？英語は話せますか？ではおさらいです。一緒に言ってみましょう。注文がまだ来ていません。注文と違います。もう一度お願いします。今日のまとめです。一番大切なポイントです。何々をお願いします。例えば、コーヒーをお願いします。
このフレーズさえ覚えておければ注文は完璧です。日本語は完璧じゃなくても大丈夫。店員さんが助けてくれます。頑張ってください。このチャンネルでは他にも日本語の面接の仕方や日本語の面接で重要なフレーズ、生活に役立つ日本語の情報などを伝えています。ぜひチャンネル登録をお願いします。